これまでにウクライナに供与された、西側の主な陸軍兵器の種類と、その供与数、そして損耗数について、データをもとに被害を解説するシリーズの第2弾です。第1弾は、戦車、装甲車、多連装ロケットシステムについて解説しましたが、第2弾の今回は、自走砲、牽引砲、対空ミサイルシステムを対象とします。自走榴弾砲については、供与数、損害数ともに最も多いのがアメリカ製の M109A です。意外にも一番多く M109 を提供しているのがイタリアで、100両以上を納入しています。開発国であるアメリカは、20両未満の供与となっており、ちょっと渋いですね。まあイタリアは M109 を200両以上配備していましたが、後述するドイツのパンツァーハウビッツェ2000に、全数を置き換えたので、あまり物を供与した感じ。イタリアに限らず、基本的には供与した M109 は旧式化したバージョンであり、現在のアメリカ軍で運用されているタイプは、M109 の能力を大きく向上させた M109A6 パラディンと呼ばれるタイプや、そのパラディンの改良型が主力となっているので、逆に旧式化したタイプの在庫が少なかったり、もしくは倉庫に眠っていたとしても、整備点検する手間が大きく、アメリカは20両程度しか渡せなかった、という可能性もありそう。何はともあれ、M109 は供与数の約半分の76両も被害を出している状況です。M109 に次いで数の上での主力なのが、ポーランドから供与されたクラブです。クラブについても72両のうちの36両を損耗しているので、M109 も含めて、主力自走砲の損害が甚大です。ちなみにクラブはポーランド産の兵器ではあるものの、車体はほぼ韓国の K9 自走砲のものなので、ウクライナ戦争におけるクラブの戦果が、韓国兵器の評判を左右する一因になるかもしれませんね。続いてパンツァーハウビッツェ2000ですが、ドイツをはじめとして39両ほどが供与されたと見られますが、2022年に1両が破壊されたっきりで、それ以降の損害が報告されていませんでしたが、2025年の2月初旬に、もう1両が破壊されたとの報告があったので、全く運用されていないわけではなさそう。パンツァーハウビッツェ2000は、即応展開及び即応射撃能力が非常に高いと言われており、陣地に侵入してから砲撃までに必要な時間はわずか30秒、撤収にかかる時間も30秒と、M109 と比べて5分の1程度の時間となっており、その速やかな陣地転換を可能としたことも、被害が少ない要因かもしれませんが、それにしても長期間にわたって2両しか失ってないというのは、M109 やクラブと比較しても不思議なところです。ドイツではパンツァーハウビッツェ2000の他にも、超最新の自走砲も提供しています。RCH155 は、2024年に生産が始まったばかりの車両で、なおかつ世界初の機能を有しています。最新の戦車などは、走行中の射撃、いわゆる走行間射撃を可能としていますが、この RCH155 は、世界で初めて走行間射撃を可能とした自走砲となっています。通常の自走榴弾砲は、停止してからでないと発砲のシーケンスに入れないため、パンツァーハウビッツェ2000のように、いかに即応射撃能力を高めるかが重要となっていましたが、本車両は走行しながらの射撃が行えるため、撃ったら即時離脱が可能であり、回避行動を行いながら攻撃が可能な得意な自走砲となりました。RCH155 は、最終的に50両以上を購入予定ですが、2025年の初めに第1弾となる6両が引き渡され、まずはトレーニング用として使用するようです。続いて、東欧や北欧諸国を中心に55両が供与されたダナですが、9両の被害を出しています。ダナは世界で初めて装輪式、コンバットタイヤ式を採用した自走榴弾砲で、東欧を中心に1000両ほどが生産された自走砲のため、その気になればもっと供与されるかも。
続いてカエサルですが、開発国のフランスとデンマークから計49両が供与され、9両の被害となっており、2025年に入ってからも被害報告が上がっています。カエサルの運用国であるフランスでは、もともと大した数を保有しておらず、デンマークについても全数をウクライナに供与したため、これ以上の供給は見込めないでしょう。AS90 は、開発国であるイギリスから60両を供与されています。そのうち14両の被害を出していますが、イギリスは全在庫をウクライナに提供したため、こちらについても追加供与はまずないでしょう。最後にアーチャーですが、開発国のスウェーデンが8両を供与し、1両の被害です。アーチャーについても、スウェーデン側の在庫があと20両程度しかないので、他の車両に代替されない限り、追加はないでしょう。ということで、カエサル、AS90、アーチャーなどの生産数が少ない自走砲は、これ以上の積み増しが見込めないので、今後はポーランドのクラブや RCH155 に期待、といったところでしょうか。続いて牽引砲ですが、ダントツの供与数なのが M777 の190門で、その大半がアメリカからです。米軍では1000門近い M777 を保有していましたが、海兵隊の運用分の一部を引き渡しています。ウクライナでの損耗数は98門と、半分以上が被害を出していますが、それだけ重要な兵器ということでもありますね。次に L118-119 は、開発国であるイギリスから54門が供与された軽量な榴弾砲で、確認された被害は6門となっています。また、L119 をアメリカがライセンス生産した M119 についても72門が供与されていますが、その損害が確認できませんでした。L119 系統の牽引砲は小型軽量なため、跡形もなく破壊されると画像による識別が困難なので、おそらくはそれなりの被害を出していると思います。次に FH70 ですが、エストニアを中心に24両以上が供与されているようです。この FH70 は、欧州諸国や中東、アフリカの一部で運用されていますが、自衛隊でも運用しており、今後は1級式装輪自走 155mm 榴弾砲に置き換えられる予定ではありますが、世界で最も多い400門ほどを保有していたので、どうせ退役してスクラップにするくらいなら、ウクライナにあげれるといいのですが、はい、それでは最後に地対空ミサイルですが、見てわかる通り、供与数が極端に少ないですね。この他にも、旧ソ連の防空システムを東欧諸国中心に供与されてはいますが、西側のミサイルシステムとなると高額だし、余るほど保有している国はアメリカくらいなので、どうしても少なくなりますね。防空ミサイルの代名詞であるパトリオットについては、アメリカやドイツ、オランダ、スペインなどが少しずつ出し合い、11セットを供与しましたが、2機のランチャーと1機のレーダーが破壊されています。アメリカ以外の国は、さすがにこれ以上のパトリオットの提供は難しそう、と思いきや、今年に入って、アメリカの仲介によりイスラエルから退役したパトリオットが、すでに90機もの数がウクライナに入った、との情報もあります。やっとイスラエルが本格的に支援を始めたようにも見えますが、トランプになった後の対応は変わるかも。次にアイリスですが、ドイツを中心とした複数の国が開発に関わった最新の短中距離ミサイルで、ドイツから3セットが供与され、1機のランチャーと1機のレーダーシステムが破壊されています。アイリスについては今後もドイツから最大で11セットを購入予定となっています。最後にストーマーですが、ウクライナが供与されているのは、正確にはイギリスのストーマー装甲車に、短距離ミサイルであるスターストリーク発射機を搭載した、ストーマー HVM というタイプであり、6両の供与でその半分の3両を失っています。
開発元のイギリスでは、ストーマー装甲車自体は150両程度保有しているものの、防空型であるストーマー HVM の保有数は少ないのかもしれませんね。さて、今回は2回に分けてウクライナに渡った西側陸軍兵器の状況を解説しましたが、やはり、質、量ともにアメリカ頼みの部分が大きく、ドイツやポーランドなども積極的に供与はしているものの、今のペースで損耗し続ければ、欧州だけで支えるのは不可能で、停戦条件として、領土割譲も現実味を帯びてきました。まあ最後はトランプ次第、といったところだと思いますが、ゼレンスキーとしては、かなり難しい駆け引きになるのでしょう。よろしければ、チャンネル登録、いいね、をしていただけると動画作成の励みになりますので、どうぞよろしくお願いします。